僕はコルトレーンのアラバマという演奏を聞いたとき、音楽に対する考え方が一気に変わる経験をしました。演奏に気持ちを込めるとはね、こういうことかと。ご存知でしょうか。黒人と白人が対立していた1960年代のアメリカで、日曜日に教会が爆発されました。で、この日は合唱を披露する少女たちが先に来て地下の控室で着替えていたんですね。で、あえてそこを狙っての爆撃でした。しかもダイナマイトは壁の裏側に隠され、砕けた壁が少女たちに突き刺さるという、最悪のもので、中でも一人は頭が体から取れてたと言います。この事件後、それが9月で、同年10月に録音されたのがコルトレーンのアラバマでした。でね、この演奏はもうすごいですね。ぜひさりげないようなサックスの音がね、血まみれの現場をね、目の前にしたかのような、なんか怒りとか無力感が溢れてきます。音楽の凄さってね、強烈に感じましたよ。ジャズのパワーです。で、それはアラバマはもうすでに動画も作ってますし、1960年代のことなんですが、1920年代の今でもそれに近いことは起きていると思います。で、先日もね、アメリカ軍の攻撃でイランの学校が破壊され、170人以上の児童が亡くなったというニュースもありましたが、どちらがいいか悪いかということは置いといて、戦争とはそういうものですよね。でね、今回一つ注目したい実験があります。今回は音楽の話題ではなくて、その事件について少し語らせていただきたいと思います。はい。ある大学についてです。イスラエル軍によるガザ地区への爆撃で、大学が破壊されているんですね。これについて、ちょっと音楽話題じゃなくてすいませんけどもね、ぜひ知って、願わくばそれを音楽でミュージシャンの方たちが表現していただけたらと思うところです。コルトレーンみたいにね。パレスチナのガザ地区というと、皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。ちょっとね、キャンプのような仮住まいの映像が印象的ですが、実はガザ地区だけで東京23区の6割ほどの広さがあるんですね。人口も、2022年、攻撃を受ける前で、237万人いらっしゃった。およそね、デンマークやノルウェーの半分くらい、国としては小さいですけど、パリ市や名古屋市と同じくらいのサイズ感ということで、かなり大きいんですよね。それが海に面した外れ川にあって、で、パレスチナは別に東側にヨルダン川西岸地区っていうのもありますね。でね、ちょっと皆さんどうかな、全然中東についての知識はなくて恥ずかしいんですけど、ヨルダン川ってさ、不思議な川ですよね。何にも知らなかったんですけどね、そもそも水は北の山の方から発してガラリア湖に集まるんだそうです。で、ガラリア湖っていうのは淡水魚で魚も結構取れる湖なんですが、そのガラリア湖が海抜マイナス213メートル。じゃあそんな200メートルの地下にある湖で、したら死海っていうこのね、ヨルダン川の先にある湖からガラリア湖にこう流れているのかっていうと、そうじゃないんで逆なんですよ。ヨルダン川は上から下に流れてましてね、地図で見ると。で、なんとですね、死海っていうのがさらに海抜マイナス433メートル。ものすごい低いところにあるんですよ。で、上のガラリア湖は淡水峡だけど、こう砂漠を流れているうちに、で、
で行き止まりの視界まで来ると、有名な濃厚塩水、魚のいないデスシーとなるわけですね。でそういうところに、パレスチナのという地区があって、もともとは、結構広かったですよね。今のパレスチナだけじゃなくて、どちら右側の方まで含んじゃ、右側ですいません。なんだ、ヨルダンか。その辺ぐらいまで、国連の記録では広がっていたようです。で、そこに、間にイスラエルが建国されました。でね、この、パレスチナの問題に関しては、うちのチャンネルでもね、ベートーベンの交響曲第9番合唱の動画で話題にさせていただいたことがあります。指揮者のね、バレンボエムさんが、ご本人はユダヤ人でありながら、イスラエル政府を結構、はっきりと批判を続けていらっしゃって、音楽でパレスチナとね、イスラエルの友好を進めていた。で、このね、イスラエルとパレスチナの両方のミュージシャンに集ってもらって、ベートーベンの交響曲レコーディングを行った。これはね、特別な思いのこもった名演として今でもネットで聴けます。ぜひ聴いてください。素晴らしいです。で、自分は中東情勢とか全然知らない部外者ですし、政治的なことはね、言及しない動画にしようと思っていますが、一点だけね、ちょっと、ハマスについてなんですけど、テロ集団として名前が取り上げられますよね。確かにそれは嘘じゃないんです。テロ集団はテロ集団なんだけど、それだけかっていうとそうじゃないみたいなんですよ。で、もともとね、1987年、80年代半ばに対シオニズム対抗勢力、シオニズム対抗組織として結成されたのが始まり、で、実際に選挙でも2006年には勝ってハマス内閣が成立していますね。で、その翌年に2007年にはガザ地区の事実上の統治当局となり、パレスチナ自治政府の議会でも過半数をハマスが占めていたと。つまりシオニズム対抗組織として反イスラエル思想を強く持っていたことは事実なんですが、でも単なるテロ集団ではないんですね。武器を取る人もいれば、政治家として活躍したり、医療など社会活動をする人たちも含まれている、それがハマスという組織の実情のようです。そんなイスラエルのシオニズムとハマスの反シオニズムと、その小競り合いはずっと続いていましたが、戦闘が拡大してしまったのはご存知の通り、2023年10月、ハマスの奇襲作戦からですね。で、イスラエルは約1200人市民含めて殺害され、人質も拉致され、これにブチ切れたイスラエルは正式にハマスに対して宣戦布告となりました。で、そして今回自分が注目したいのは大学についてなんですよ。ご存知ですか？ガザ地区にはね、実は複数の大学が存在していたんです。代表的な大学としてはガザイスラム大学で、他にも市の公立大学としていくつかアルアクサ大学とかアズハル大学などがあったそうです。でね、これがね、全部壊されちゃってるんですよ。で、ガザイスラム大学についてなんですが、これはハマス成立の年、1978年に設立されたガザにある大学で、大きいんですよ。すごくマンモス大学で2022年で学生数なんとね 17,874 人。大学とか情報技術、工学、看護、サイエンス、経済、教育、社会学、宗教、歴史、健康、保健科学などね、11の学部が存在しておりまして、でね、特徴的だったのが女子学生の割合が6割ぐらいいたそうです。で、
ごご存知でしょうね。イスラム社会って女性の進出あまり良しとしない風潮がある中で、ガザは女性の教育熱が非常に高くて、若い女性たちの希望にあふれた大学だったことはね、写真からも伝わってくるんです。で、ガザイスラム大学の YouTube チャンネル、これはもう今でもありまして、で、そこで一番の人気動画は何かというとね、難関をクリアして、お医者さんになった女性の卒業演説ですね。これね、熱いですよ。形だけの卒業演説じゃないですよ。もうご自分のね、苦労を隠さずで、何度失敗しても諦めずに頑張ってきました。かっこいい。すごい。あと、ちょっと、驚いたのはちょっと余談ですけど、この動画もびっくりですよ。最初ね、学生たちがみんなで集まってリンチをしているのかと思っちゃったぐらいリアルな実践シミュレーション動画だったんですね。だからこう犯人がいて、犯人に捕まえる刑事的な立場で、怪我した人に対する医学看護の立場で、後で裁判をしたり検証したりする科学調査の立場なんでね、いろんな学生たちが実際にの犯罪に対してどうやって専門知識を発揮していくかを学ぶための研修だったんですね。これすごいことやるなと思った。パンパンってね。まあいいや。で、要するにね、大学っていいですよね。僕ね、めっちゃ憧れましたよ。僕は子供の時ね、大学に行って良い就職をして安定した生活を求めるなんてね、そんな発想はみじんもしてなかったですね。とにかくなんかね、すごい知的な雰囲気でそういう人たちが集まってる場所ってかっけえなって思ったもんでさ。で、そんな場所だったんですが、はい、壊されます。で、それがですね、ハマスによる奇襲攻撃が起きた2日後ですね。もう現地時間10月9日、イスラエル軍はガザのイスラム大学に対してミサイル攻撃し、破壊しました。で、イスラエル軍は攻撃を行ったことを認めていて、その理由は大学がハマスと密接な関係にあったこと、そしてハマスの軍事情報工作員の訓練として、また資金を調達するための武器開発製造にも利用されているということで、先にぶっ壊したと。それはねそれは検証はされていないけれども、そういう側面はなかったとは言えないとは思うんですけれども、でもそこが1万7000人の生徒のいる、しかも6割が女性という先進的な教育の場であったことは事実なんですよ。ね。で、このね、アリシのキャンパスの様子を見ると、本当にね、素敵な雰囲気が伝わってくるんです。いやね、こういう大学っていうのはどこの国にも共通してね、やっぱいいもんですよね。そんな学問を追求する姿勢は、どこの国も民族も人種も国境もみんな超えて、それはね、尊重しなきゃいけないと思います。それはね、イスラエルが奇襲攻撃を受けて民間人が被害があって、それに対してイスラエルが怒りを覚えるのは当然だし、報復を行おうとすることもあるでしょう。しかしね、あえて大学狙うって何なの？それは爆撃しちゃいけないっしょ。それはね、コルトレーンの時代に黒人と白人の戦いがあって、大人たちがね、言い争ったり銃を撃ち合ったりしたかもしれないけれど、しかし教会にいた少女たちを犠牲にすることはやっぱやっちゃいけないですよね。それと同じだとね、僕は思うんです。ちなみにね、コルトレーンの時代のアラバマの教会に爆弾を仕掛けた犯人は実はね、
割と普通のお父さんだったそうですよ。いろいろ道具のある父の部屋父の作業部屋に、なぜかダイナマイトがあって不審に思っていた家族が事件の後ね、おやおやって父の部屋を見ると、そのダイナマイトがなくなっていてね、で家族が問い詰めると、お父さんは自分がやったと認めたとね。だから白人の学ぶ学校に黒人の子は来てもらいたくなかったと、その程度のね思いだったようです。案外ね、壮絶で悲惨な出来事の発端ってそんなものかもしれません。日常の思いからとんでもないことが起きてしまうようなことも実際にある。だからこそね、我々ははっきりさせておく必要があると思うわけですよ。小学校でも大学でも、学校というところは爆撃しちゃダメです。でも絶対ダメ。もしやってしまったらもうしょうがないから手をついて謝りましょうよ。もうそれ勝ち負けじゃなくて、その件に関してはね、どちらがやってもね、土下座して謝るべき。だからそれはね、教育機関が神聖な場所であるっていう以上に、そこに集った若者たちが将来を作ってるわけですからね。その将来を壊しているわけです。そこがね、すごくダメだと思いますね。はい、ラストにガザイスラム大学のチャンネルから短い動画をリンク紹介し、概要欄にも載せておきますので、数分の短い動画なんでぜひ確認してみてください。なかなか大手の報道では扱われない現実だと思います。まずは知っていただけたらと。現代にあって本当にね、大学が狙って破壊されたこと、これはね、ちょっと知らなきゃいけないと思います。そして願わくば音楽家の皆さん、この悲劇を演奏で表現してみてください。熱い演奏期待しております。では、実質でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。